はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、シーガートとビビールデジタルのコラボモデル、ルンバです。メキシコの著名なレビュアー、ロイス氏が監修した情熱的な低域とキネティックアートが融合したドライブモデルですね。ルンバってお掃除ロボットか、チャチャチャって踊るダンスの名前だよね。他にどんな意味があるの？ラテン文化では、ルンバはパーティーやお祭り騒ぎそのものを指すスラングでもあるの。きっと人生を楽しむエネルギーの象徴なんだわ。そっか、情熱的なラテンの祭典がそのまま飛び出してきそうな勢いを感じるよ。高まるのはミミーちゃんに任せて。1DD モデル、ルンバの3つの特徴。1つ目は、10mm のデュアルキャビティグラフェン振動板を採用した音質特化のダイナミック構成であること。2つ目は、視覚的振動を取り入れたキネティックアートデザインです。フェイスプレートの模様が見る角度によって動いて見えるという非常に芸術的な試みがなされています。3つ目は潔いコスト配分だね。ケースとかのおまけを全部カットして、その分をドライバーの質に全振りしてるんだって。5000円台というリーズナブルな価格で質を追求するための非常に誠実なトレードオフと言えますね。G ガートさんってこの価格帯のモデルほぼないからね。このフェイスプレートのしましま、ずっと見てると目が回ってきそう。ベネズエラの芸術家クルズディエズの思想を反映したデザインなんだ。色の周波数と音の周波数をリンクさせることで、イヤホンを単なる道具から持ち運べる芸術品へ昇華させようとしているんだろうね。単に派手なだけではなく、音の振動を視覚化しているんですね。シェルは比較的コンパクトですが、装着感はどうですか？とってもいいよ。しばらく使ってみてるんだけど、普段使いにちょうどいい感じ。長時間のリスニングでも疲れにくい実利的な形状だと思う。バンドルケーブルがちょっと長いらしいよ。1.35 メートルあるのね。一般的なケーブルより15センチほど長いのはデスクトップ環境での取り回しを考えたロイス氏のこだわりなんです。それとっても助かるわ。ケーブルの長さに合わせてアンプの位置を決めてるから余裕があると嬉しい。現場を知るレビュアーさんならではの誠実な設計だと言えるんじゃないか。心臓部には 10mm のグラフェン振動板ダイナミックドライバーが搭載されています。グラフェンは非常に合成が高く、レスポンスが速いのが特徴だね。デュアルキャビティ構造によって空気圧を最適化し、歪みを極限まで抑えた深い低域を狙っているんだ。グラフェンってすごく硬い素材なんでしょ？私の頭くらいカチカチなのかな？ミミーちゃん、頭硬かったの？大食いで石頭？でも、その硬さがあるからこそ、ぼわつかない引き締まった低音が生まれるのよね。そうだね。それでは、サウンドチェックで音質を確かめてみましょう。ボリューム、上がります。Caught in the song.はい、サウンドチェックでした。比較モデルは 1DD モデルで揃えたということですかね。そう、新しめで価格帯も7000円台ぐらいまでのがあったのでピックアップしてみた。 CCA フェニックスは小ぶりでオールメタルボディ、抜けのいい綺麗な中広域から広域が特徴だね。今回も一番広域が出ていたと思ったよ。そう、低域をやや抑え気味なこともあってより広域が見えやすく、この比較でもその特徴ははっきり出ていたよね。はい、低域の軽さはすぐにわかりますね。7.5 キロ付近のピークはルンバほどではありませんが、3から 7.5 キロ付近までにほとんど谷がないことでとても明瞭です。KB や TBX はフェニックスとは正反対の特性と言っていいのかな？いいんじゃない？これもオールメタルボディだね。
どっしりした低域で低中域までしっかり出していて、高域は抑え気味だけど3から5キロ付近をしっかり出しているので、ベースヘッドではあるけどこもった感じはほとんどない。この比較では他にモデルの明るさに押され気味でしたけどね。それはそうだね。こうして見るとルンバは比較3モデルの中間的な位置づけに見えるけど、これは偶然？偶然といえば偶然。こんなに中間的になるとは思ってなかったよ。はい、次はイヤーチップの比較です。主張はいつもの通りリバイナスベルベットでしたんだけど、この2つも聞き比べてみた。やっぱり6キロ付近を絞っているホワイトの方が落ち着いた感じになるの？そう思ってたんだけど、ホワイトの方が明るく感じたんだわ。ここの出方の差が聞こえ方に影響しているんだろうね。バンドルイヤーチップ2種での調整も効果が大きかったんですね。ジャックさんはどちらが好みですか？どちらかといえばバンドル1のブラックの方だけど、ボーカルをもっと出したいと思うならバンドルにも十分ありだと思うよ。その他手持ちのイヤーチップも重ねてみたけど、4から5キロあたりが持ち上がる右の3種とそれ以外という分け方になるかな。じゃあルンバ実機視聴の印象だね。G ガートさんのエントリークラスだけどどうだったの？波形測定しないでまずとにかく聞いてみたんだけど、装着感なども含めすごく馴染みやすかったんだよ。小ぶりで片側 4g ですからね。普段はカナル型のモデルでドラマ視聴とかはしないんだけど、装着の負担が少なかったんでサクッと見ることができたよ。低域がしっかり出るんで環境音は自然だったし、セリフの自殺音も特に感じなかった。普段はオープンイヤーのワイヤレスモデルで見ることが多いから、たとえドラマ視聴でもカナル型の臨場感はいいなーって思ったよ。そうなんだね。珍しく音楽以外の感想から入ったけど、音楽を聴いた感じはどうなの？これがまた自然だったよ。聞いてすぐ気に入っちゃった。やや低域重視という感じに聞こえた。ベースラインがグイグイきますもんね。でも思ったより硬質ではなくて両端で攻めてくる感じかな。スラップベースのプルはバシッと決まるけどね。フロアタムの迫力と川鳴りは両立してて文句なし。低中域もよく出てますよね。リファレンス曲で確認しましたけど再現性高かったです。そうだよね。やっぱバランスいいってことだよね。ボーカルも綺麗に出てたじゃん。私はバンドル2のイヤーチップが低域に負けないバランスで好きだな。そうだよね。バンドル2の方が音量を上げていった時にベルベットより抜け感は良くなるね。その分ちょっと自殺音を感じることになるけど、2キロ以上のカーブがいい感じで、この辺りの小さな山谷が効いているんじゃないでしょうか。5キロあたりを絞らないことで低域に負けないバランスが成立してると思う。シンバル系はうるさくないし、薄っぺらさも特に感じず。ルンバでこれ以上の響き、特に空間表現を求めるなら微ケーブルだろうね。実際いくつか試してみたけど、本体より高いケーブルはできれば避けたいだろうから、手持ちでは KB や ST12 プラスが安くてよかった。2メートルあるし。もう1本はトリポインアルテアだったっけ？そう、新しいものではないけど効果はこっちの方が大きかったわ。アルテアだとパワフルさと臨場感が確実に増していましたよね。ルンバの満足度が確実に上がったね。5000円台という価格帯を考慮すると、外観も使い勝手も音質もルンバはいい仕上がりになっていますね。G ガートへの入り口としても普段使いとしても、そしてこれからイヤフォンを買う方にとってもいいんじゃないかなって思うよ。はい、ということで G ガートとビビールデジタルのコラボモデルルンバのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。